ビクトリア3。オーストリアに開国を迫られるも友軍の奮戦で打ち払い賠償金をせしめた我らが幕府。そして賠償金の力で井戸バブル、GDP3 位の経済国に。でも賠償金の支払いが終わり今度は資金が枯渇、ちまちま開発して財政難を乗り越えましょ。国庫が空になりそうな幕府、一度取り下げた干渉主義への移行を再度模索。この法律が可決されれば貴族や資本家の資本が使えるようになるぜ。研究は構想法が完了。大友宗麟の国崩し、復活。さすがにそれは古すぎるだろ、もっといいの作れよ。てへ。2年後には連発銃がアンロック。ちょんまげたちの基本兵装がピストルになってそう。そして今更ながら制作画面から、公共施設が強化できることに気づく。おい。教育とか官僚性コスト使えば強化できたのか。そんなわけで行政府を立てまして官僚性を強化。今財政なんだから維持費がやばいかもしれんぞ。ほとんどからの国庫とにらめっこしなきゃだよ。GDP は増えてるがなかなか国庫が潤わんな。シフト勤務がアンロック。参勤交代はもう古い、働き方改革だぜ。江戸城の警備のお仕事が参勤交代になっただけだよ。参交代勤務になっただけじゃねえか。武器の在庫を見ながら兵装を強化中。海軍もちょっとずつ数が増えてるな。あ、干渉主義が可決。収入がマイナス62キロからプラス41キロに、一気に黒字になったぜ。資本プールで建設費用もお得になったよ。もっと早く法改正しとけばよかったかもな。それは言わないで。すまん。研究してた装甲船がアンロック。蒸気で動く船か、小や石炭とか使いそうだな。そろそろ小作能も減ってきたので、一部の製法を変更して鉄道輸送を導入。植民地と海外と人少ないところもあるしな。こんな感じで人口は世界5位、GDP は2位になり生活水準も上がってきました。順調だな。でも造船所の取り扱いで超迷う。そういや蒸気船解放されたんだったよな。生産性低くて微妙だな。基本で蒸気船を選択すると、蒸気船のみ作成できて帆船が作れない。漁業と海軍両方蒸気船にするだけの石炭の確保は不可能。じゃ造船所もう一箇所作って帆船と蒸気船で分けるか？それでも少し制御できるけど、軍船作ると漏れなく漁業とかで使う汽船も作られる。軍船だけ作るってのができんのか？装甲船だけ欲しいのにほんと汽船が邪魔。汽船は作って放置するか？売れない船が値下がりして生産性が下がる。八方塞がり。鎖国してるし石炭の確保の難易度が高いであります。これは徐々にでも脱石炭せねば。ちょんまげたちの時代を先取ったエコ活動、CO2 削減が始まった。とりあえず漁業は帆船で、港だけ汽船にして汽船の需要を作ったよ。ほんとさじ加減が難しいな。そして海軍に装甲船が配備され、思わず伊藤平八郎さんもにっこり。黒船、ゲットだぜー。ここは東郷さんが出て欲しかった。パチモンの方が先輩だから仕方なし。資金に余裕ができてきたので大学を、建てましい。高度なお仕事が増えてきたから、労働者集めるのも一苦労だぜ。そんなわけで数百年にわたる国境閉鎖を解除だー。ちょんまげ指導のもと、オセアニアカナ家族が缶詰工場で働く姿が目に浮かぶな。とは言ってもいきなり完全規制なしは小作農が反対するので、今回は移住規制に留めておきましょ。差別されてない民族のみ、技能実習生になれるようになる感じか。セレベスでゴム栽培に成功しましたこれはありがたい。新たな産業が生まれるな。とりあえず北海道で自転車を導入して、ゴムの需要を作りましょ。ちょんまげ兵隊ピストル持って北海道を自転車で駆け回る、すごい世界観になってきたな。研究してたモニター艦がアンロック。敵国に渡ることすらできなかった海軍も、なんだかんだで結構強化されてきたな。ただいま陸軍は世界12位、海軍は8位であります。海軍できたけどまだまだか。我らの宿敵オーストリアは列強1位、陸軍2位の海軍2位であります。列強と殴り合うのはまだ厳しそうだな。もうしばし至福の時でござる。そのうち情勢も変わるかもだしな。ロシアあたりだったら軽くボコれる強さにはなったけど、列強入りできるわけでもないし旨味も少ない。GDP2 出し金に困ってるわけでもないしな。やっぱりここは宿敵オーストリアにリベンジを。こうして富国強兵がさらに進むこととなった。そうなるとやっぱり海軍強化のため石炭をどうにかせねば。とりあえず掘れるだけ掘るか。発電も石炭燃焼プラントから、電力見つつ水力発電に切り替えなきゃ。発電量が下がるから、水力発電所いっぱい建てなきゃだぜ。
国庫に少し余裕ができたので、公務員と軍の賃金を普通に戻しました。長らくかかったけどやっと財政が健全化したな。アニリンがアンロック。合成繊維プラントで専用の大量生産が容易になった。ゴムの栽培が軌道に乗ってきたので、一部の織物工場で伸縮素材の使用を開始。ちょんまげはブリーフを装備した。研究してた青年学派がアンロック。海軍理論を切り替えることで工房が10アップ。賃金はちょっと高くなるみたいだな。あ、教育のレベル上げるの忘れてた。5年前にやろうとしたことをやっと思い出した模様。行政府立ててる間にすっかり忘れてたよ。安定のやらかし。研究終わってるのに気づかず、建設センターの製法も変えるの忘れてたよ。おい。でもこれ建設速度爆上がりするけど、資材もいっぱい使うから一気に変えたらやばそう。これは生産量見極めて徐々に切り替えてく感じか。資材をいっぱい使うってことは仕事も増えて、雇用創出になるし一気に発展できるかな？ GDP が一気に伸びそうだぜ。何を作るにも石炭が足りぬ。足らぬは工夫が足らぬ。それ最初の動画で私が言ったやつ、取らないでよ。へへ。荒ぶる市場をなんとか安定させた。まだガラスが足りてないな。じゃ中国地方をガラス優先にして補いますか。需要と供給のバランスがほんと難しい世界だぜ。ただいま水力発電を建てましちゅー。発電が水力だけのちょんまげたちのエコな国づくり。いや現在建設センターの切り替えのために、石炭は成功工場に回してるから全然エコじゃないよ。まさかのエコ詐欺。文句あるなら木だけで暮らせ、鉄を使うな無茶言うなよ。CO2 を出すから木を燃やして木炭も使うな。手の摩擦熱だけで鉄を溶かせすみませんエコバッグ使うんで勘弁してください。SDGs はちょっとずつやるしかないのです。地道な取り組みが大事だな。そしてなんちゃって SDGs に取り組んでたら、なんと国威が2位になってた。首位がいつの間にかフランスになっとる。オーストリアも若干の落ち目か。GDP は1位だからしばらくしたらまた盛り返すかな。そんな中移住規制の法案が可決。建設センターフル稼働して、GDP でもオーストリアを抜いてやろうぜ。課税も土地ベースから人頭課税に改正しましょ。これ200キロ近く収益増えるっぽいぞ。もっと早く法改正に乗り出しときゃよかった。後の祭りまあ反対派の幕府の影響力が下がったから、審議通りやすくなったってのもあるけどね。さいですか。地道な努力で高級品以外は価格が落ち着いてきたよ。価格は安定したけど買い注文の総量もだいぶ増えたな。供給型で安くしすぎても生産性低くなっちゃうし、なかなかさじ加減が難しいであります。生産施設壊すのはもったいないし急進派にもなっちゃうしで、製法変えたりで微調整かな。まあ値上がりしてるものをちまちま作ってけばそのうちいい感じになら適当だな。電力の脱石炭も順調。ほぼ全てが水力発電になったっぽいな。電力が高騰しない程度には維持できてるよ。在庫できた石炭で戦艦もだいぶ揃ってきたな。海軍もいつの間にか70まで増えてるぜ。戦争系の研究で強化した時が、戦いの始まりぞオーストリア、首を洗って待っておれ。そんなわけで欲しい研究終わるまで結局ちまちま内政タバコ農園を拡張か。てか小作農もだいぶ減ったな。四国の小作農はもうゼロだよ。四国は鉱物豊富だから労働力そっちに回して、他の施設建てない方が良かったかもな。研究してた塹壕作業がアンロック。これで陸軍を塹壕歩兵に強化できるな。オーストリアが没落してる。これから攻めようかって時になんと。どうやら大規模な反乱があった模様。便乗してやっちまうか？相手の都合に合わせて戦うのは気に入らん。こちらの準備が整ってからオーストリアに戦いを挑むぞ。謎のこだわり。そうして2年の月日が経ちオーストリアが復活。若干弱体化したが依然列強のままだな。では戦いの準備が整い次第オーストリアをしばきに参るぞ突然黒船で我が国に現れ強硬な態度を取ったこと、忘れてはおらぬぞ今度はこちらが黒船で襲来して、顔面にグーパンチを叩き込んでやる弱体化した宿敵相手にここぞとばかりに生きっております。人頭課税の後に審議してた給品法が可決。ちょんまげいつの間にか福祉にも手を出してたのな。さて戦う前に陸軍の将軍の能力を確認。将軍のモディファイア開きながら、右のバーで選択すると見やすいです。この一戸影明なる人物が攻防プラス30で強いな。早速昇進させましょ。77歳のおじいちゃん侍、2階級特進。研究してた上陸用船艇もアンロック。
これで地中海から上陸作戦を決行してもペナルティお構いなしだぜ。準備万端、オーストリア、貴様らから受けた屈辱そっくりそのままお返しだー。この戦いで極東の島国である幕府が、未承認国でないことを認めてもらうぞー。では宣戦布告してついでに賠償金も請求しつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。ついに未承認国脱却のために世界の列強と戦うことを決意した幕府。相手は宿敵オーストリア。果たしてちょんまげたちは海を渡り勝利をもぎ取ることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。